皆さん地方の方は畑を持っておられる方が多いと思うんですけど、管理なしで草ぼうぼうとします。そこに種だけまいて、農薬なし、肥料なし、水やりなしで秋の収穫どれぐらいできるかを待つとします。種を植える前に1個だけ人間が何かしてもいいとしたら何をされますか？皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。カニじゃー。今年もこの時期がやってまいりました。皆さんの日頃のご愛顧に感謝して、今年ももちろんやりますプレゼント企画、1日取った魚の分全部を5名様にプレゼントしたいと思います。応募方法はですね、例年のごとく概要欄にですねインスタのアドレスを貼っておきますので、できればそこに応募していただくのが連絡取りやすいので一番いいんですけど、このチャンネルはですね45歳以上の方がなんと9割以上占めております。なのでですね、インスタがわからないという方もいらっしゃると思いますんで、そういう方はですねコメント欄へご応募してください。コメント欄に応募するときにですね、住所とかそういうものを書かないように気をつけてください。当選された時に自分がこちらからメールアドレスをお伝えしますんで、そこで教えてくだされば結構です。毎年毎年応募してくださっている方も多いと思うんですけど、宝くじより当選確率高いでですね、いつか当たると思いますので、ぜひ応募してください。お待ちしております。アイアンハーブダブルミーロガージーンズ1年育てました。もちろん仕事で使ってですね、完成いたしました。もう本当に6時って夜ですね。できれば最後ら辺で当たってほしかった。まだ水温26度あるんですよね。いけるかな。しかも結構超えていい方、信じられない。ほんとついにヒラメも出てきましたね。もう急いで行けてきましたけど、何としても生きていただきたいですね。赤貝さんもですね、ヒラメおらんかヒラメおらんかってみんな探してるんですよね。ぐっといいカニ、ヒラメがすごかったでね、こうやってヒラメがいて喜んでたらみんな取ってくるんですよね。これがいつものパターンです。軽く来た。ダメだ。めっちゃ軽く来るようになりましたね。下が硬くなってきましたね。水温26度で軽く来すぎやな。だいぶもうちょっとワイヤー伸びないと。だいぶカニも渡りガニっていうぐらいですから、だいぶ移動しとるようですね。昔自分の親方であるおじさんがこのカニの行く先を追っかけていくんじゃって言っておりましたけど、行く先を当てるのがねほんと難しいんですよね。ただパターンがあって大体決まってるんでね、長年やってたら分かりますけど、大体川から出てきておかず隊部隊と川から直接沖へ出る部隊があるんですよ。沖へ出る部隊を今取ってるんですけど、先に沖に出るんで大きくなるんでみんなそれから取るんですけど、このおかず隊部隊が今度は全体に沖へ出てきますんで、下手でそれを取る感じになります。現在潮はあの位置です。カニもさすがに取るし、渡りガニっていうだけあってこう島から島へ渡っていくんでこう散っていくんでですね、塊はもうなかなかいなくなりましたけど、今時間見てもらいましたが、上り潮になったらね、前回の動画同様
予想外にいますね。ちょっと予想してませんでしたが、まあでも拾えるのはやっぱ限られてるんでしょうね。あ、この間昼の漁の人がですね、3棚ぐらい取ってきてましたね。昼行けばおるみたいですけど、11月になったらね、やわらになるんですよね。渡しても40あるな、これ。ありますね。拾っとこうか。本格的にヒラメが出てきましたね。もしかしたら丘の方や、寄島の港の沖の方、すぐ沖の方やったらバンバンいるようになってるかもしれませんね。4でした。ちなみにさっきの網は7でした。このやわらの塩焼きが誠に美味しいんですよね。多いか、こんなとこに入るか。おかずですね。うまい。来年も見てくれればいいですけどね。もうその年その年で全然出来が違うんで何とも言えませんね。来年なってみんとわからんです。今日はでも潮がいいんでね、大潮なんですよね。下り潮、この休み前の下り潮期間中、流し潮なんかもう本当もうチヌもおらんし、カニもね1つか2つしか入ってないようなことが。およ驚きでっかー。でもやせやせオスですね。やせやせやな。まあでも取っときましょうか。もうでも本格的にヒラメ出てきたようですね。見えるカニの数は減りましたけど、拾えたカニの数が123456789101112は今季一番多かったんじゃないかなと思います。また増えた。実はさっき1匹逃がしたんですよね、親。もうちょっと頭痛がしてたんですけど、逃がしたやつじゃなかろうな。その網は親しか入ってなかったですけど、なりました。これボーナスタイムでしょうね。なんとまた今日ほとんど見てないゲタまで出てました。間違いなくボーナスタイムですね。
いや、わらはおかずです。ピンキでもおかず。刺身美味しいですよね。お、ナイス、おや。こんなとこでこんないいものな。オッケー、よろしい。硬い。見た感じがもういい。そうでもないな。ちなみにこうしてくれます。まあまあ。家が大歓迎ですね。では寄りながら帰りたいと思います。お疲れ様でした。なんとヒラメが出てきまして、ついに数週になったということでしょう。寒かったもんな、やっと。でも海の上は水温26度あるけん、生ぬるい。ここは涼しいけどな、だいぶ。うん、寒かった。ついにヒラメを見るようになりました。今年は11月の最初からもしかしたらおるかもしれない。骨おらんかったけどな、最初。今日はなんと3つ。やった。びっくり。チヌもまあそこそこ。で、リベが多かったです。カニを酔ってないんで、はい。いつもなら沖で寄るんですけど、はい。今日寄ってないんで、はい。ちょっとやりたいと思います。はい。これは最後まで本面混ざりです。大きいのを抜きたいと思います。はい。あと音面混ざりもオンと面を寄らんといけんし、結構親の威力がすごくなってきて、敵が入りだした、ではちょっと大変ですけど今から寄りましょう。はい。はい。皆さん今日もハードワーク、門芸お疲れ様でした。門芸岡山弁らしいんですけど初めて使いました。朝日頼島の上心酒造です。頼島にね酒蔵があるんですよね。上心酒造は基本自分のイメージは甘いのが特徴ですね。もう香りからしてって感じですね。16度、岡山県産朝日米 100% 使用、精米部は 50%、 大吟醸です。大吟醸なので 50% ですね。岡山にね朝日米ってあるんですよね。未だにあるんですね。なんか朝日米といえば寿司米のイメージです。自分が若い頃はたまに聞いてたんですけど、最近あんまり聞かなくなりましたね。あとあけぼのっていうお米が自分が若い頃は主流だったんですが、岡山県30越してぐらいから日の光に変わったような気がします。朝日米はですね硬いんですよね、米が。コシヒカリとはちょっと違う感じですね。結構人気のお米で高値がつくお米だったんですけど、作りにくいんですかね、朝日米。それも需要がないんか久しぶりに聞きました。朝日米ではいただきたいと思います。すっきりですけど甘口ですね。キレがありますね。甘口なのにキレがある。ただ若い時はね甘いお酒結構好きだったんですけどね、今日ね甘い方がやっぱ飲みやすいと思ってたんですけど、年とともにやっぱ辛口の方がお酒やっぱ飲みやすいですよね。大吟醸なんで十分美味しいですけど、今まで飲んだお酒の中で一番キリッとして飲みやすかったのはキレイ酒造、市長さんがおすすめしてくださったキレイ酒造のお酒ですけどね、それとは真逆を言ってる感じです。そういうようなグビグビいける飲みやすいような、自分にとってはですけどそういうお酒ではないですね。甘いです。今回もカニかと思ったそこのあなた、その先は言わないで。伊能戦士っていう漫画が昔ありましたが好きでした。夜にですねひじばママさんがカニクリームコロッケを作ってくれるというのでカニを準備しております。普通味噌は使いませんけどね、味噌だけのカニクリームコロッケも作ってみたいと思います。塩は野だしを使いました。
岩手県の塩です。これも視聴者さんからのおすすめの塩です。低温でまず開寒い夕食です。来ました。ゆじぽんママさん力作のカニクリームコロッケです。これはですね、本当の力作です。めちゃくちゃ時間かかってます。クリームから手作りしてくれてます。冷やさないといけんらしいんですよね。冷蔵庫冷凍庫2回、それが大変だったそうです。渡りガニカニクリームコロッケいただきたいと思います。出来たてです。あっこあっこあ大丈夫？焼けたらね。お茶飲む。想像をはるかに超えてくる美味しさ。手間かかってるだけある。クリームがボッケうまいっす。渡りガニ8杯使用してます。クリームも作ってくれてます。渡りガニっていくらカニクリームコロッケにしてもカニ風味しないと思ったんですが、ちゃんと渡りガニの味がします。さすが8杯使っただけある。一生懸命2人でムキムキしました。これはゆじぽんママさんへのお世辞で言うわけでは本当に全くありませんが、とんでもなくうめえですね。これはこれぐらい美味しいとちょっと外食するのがバカらしくなるレベル。溢れ出る渡りガニやばいぐらい美味しいですね。これはでも本当お世辞抜きやな。食べてみて。本当にもうほんまのやつ。いただきます。いや、うまそう。もう見るからに。これはもうほんまのやつだと思います。ちゃんと渡りガニの味がすると思う。うまい。これはほんまに。これはほんまにうまい。カニ味噌と車エビきました。いただきたいと思います。カニ味噌からいきましょう。もう間違いなく熱い出来たてです。あっか食えない。ちょっとおお、カニ味噌。まさかここまでカニ味噌とは。中はもうほぼ本当味噌、カニ味噌味。クリームとカニ味噌が合わさってカニ味噌より美味しくなってる。でもほぼもうカニ味噌。外サクサクで中カニ味噌。どっちが美味しいですか？これは好みが分かれるところだと思うんですけど、自分は身だけの方が美味しいかな。だってもうこれカニ味噌じゃもん。もうカニ好きならそっちでしょ。そうか、カニ本気でカニ好きな人はこっちかな。でも身のだけの方がね、ちゃんとなんて言うんですかね、塩味とそのカニの甘さと外サクサクの中柔らかで、これはね中汁です。ほとんどカニ味噌なんで。おまけで作った車エビバージョンも食べてみたいと思います。ここまで食べるんかな。実はここが一番美味しかったりするんでしょうね。いただきます。うまっ。カニも入ったんでやっぱり、そうカニの味すると思ったわ。これはですね、優勝は車エビプラスカニですね。なるべくしてなった優勝のような気がします。今回もご視聴ありがとうございました。こういう味になるんだな。ちゃんとエビとカニの味がこう喧嘩せずに合わさっとる。かなり美味しい。どんな感じにする？もうちょっと人間っぽく。もうちょっと人間っぽくしようか。これでいいだろう。